じゃあ岡田さんのハードオフビーツレッツハードオフビーツ。よし、はい、スタートいたしました。ついによいしょ。岡田さん始まりましたね。始まりましたね。ねえ、どういう感じでいくんですかね。だいぶちょっとマクドナルド食べて眠気がまだやってもないのにゆったりしてきちゃってますね。今のところノリノリですよ、岡田さん。ジュブナイルか。ああ、そっか、アカペラもあるのか。見せる余裕がありますね。ありますね。いいですね。いきなりこれから行くっていうのがね、なんかこう意外ですよね。確かに。これは何でしょう。まあもうディスコですね。こんなのもうね、絶対にいけちゃうやつですね。ですね。これ本当に眠気がよっしゃ、危なかった。なんか車中今完全にマジでポケットしてたんだ。びっくりした。今またやりますよ。映像にもう今またああ、本当にもびっくりした。強えな。マジか。さすがっすね。もう自分の制作までにもうね。やっぱこうディスコは使える部分が多くていいですね。なんかよれ系作りたいって言ってましたよね。確かに。そして9枚効くんでしょうかね。確かにそれは結構なんかね、見どころですね。一番多いですからね、買ってるのは。僕みたいに安っぽいボケもせず、ただひたすらにいい曲をただ作るために買った9枚ですからね。そう。はい。ああ、いいですね。おお、いいあ、いいですね。なこれ。いいな、羨ましい。羨ましい、いいな。ずるいな。ずるいとかじゃないのか。実力。これいいレコードですよ、これ。さっき全部のブレイクに小林さんの声が入ってて抜けないっていう問題がやっぱ発生したんで、メドレーモンは結構ギャンブルだなっていう。なるほどなるほど。一番いじってるのか。そうですね。ちょっともうよれた状態で取り込んでおこうっていう算段ですよね。あとこのサンプリングした後のレコードをちゃんと立てかけるっていうところにこう育ちが出ますね。裸で積んでましたからね、私は。俺全部入れてますからね、ちゃんと。いいじゃないですか。これ何なんでしょう。これムードなんでしょうこれ。ムードですね、完全に。やっぱハードオフに行くってことはムードと向き合うことがあるんだなってことが今回の旅で分かりましたからね。おお、ああ、いいじゃないですか。なんだっけ、朝焼けのトランペット、夕焼けのトランペットでしたっけ。なんかムーディーですね。ジャケをこちらに見せる余裕もまだ。今残り時間55分。でもなんかいけそうなネタがもう2、3取れてきてますね。ありますあります。しかしまあ受けるレコードですね。早々にトランペットも切り上げましたね。やっぱ9枚聴くっていうことが結構入ってるのかもしれないですね。わりかしじっくりいかないで。ムーディーですね、これも。岡田さんムーディーですから。今ね、ムーディーなんですねって言って何かをこう促したような気もしてそんななんかすいません、僕も3、4年前の芸人、そんなに何がそんなみんなをそこにこう向かわせていってるんですか、スギちゃんのように。まあ取り込んでる間はまあこういう朗らかなトークがまだねまあまあそうですね、そうですね。これも早々に右から左へと流してるわけですね。何かが来てるんですね。そう。何かが来てる。お、来ましたね。これなんかいろいろ入ってるやつですね。これは何ですか。五大悟と書いてるやつです、確か。ニューミュージック、ニューミュージック系の。これ結構ワンループでいけるの入ってそうな気がするな。そう。でもさっきこうあんまこれには頼りたくねえなみたいなこと言ってましたね。そうです。僕もだから今回ディスコにどうしても頼りたくなくて、まあドラムは抜きましたけど、やっぱ最終柳ジョージ。昨年の全国フォーク音楽祭グランプリグループルー。ああ、やっぱこの小林克也問題がこう。ルーは大学生5人のかっこいいグループ。この
なんでかっていうところボーカルが入ってないところでナレーションが入るから、あーそっかそっかそっか、ブレイクでいいところがね埋められちゃうっていうね。ゲッタウン。わ今のいいドラムでしたね。これ超いいブレイクじゃないですか。その彼女が新しい魅力いっぱいのニューアルバムを作りました。いい。7月25日発売予定。それではそのアルバム出しましょう。豆腐ビーツのニューアルバムは5月24日発売です。差し込みます。バンって出ます。バンドね。バン。これもいい。超かっこいい。ジョン山崎がついにジョン山崎が。完成させました。あいい余韻ですね。いいですね。戻ってくるパターン。おしゃれな終わり方。ほらやっぱ余韻を楽しませない。管理の方法っていうのが取ったものの、これが結構難しい。そこなんですよね。どうなってました？僕も普通に取った順にトリッパーしちゃって、じゃあ僕一回一回録音とストップ押しちゃってたんですよ。でなんかそれで一回なんか変なとこ押しちゃって、録音の上からまた録音やっちゃったりとかしちゃってたりとかして、で最終的に撮ったはずのドラが見つからなくなるみたいな感じですよね。あれ見つからなかったんですね。あれ使わないんだって思ったんですけどね。さっきその話になって作業始めたんですよね。早いぞ。もうでもちょっとこの時点で整理を始めたのかな。まだ50分。かなり余裕を持って作業に取り掛かりましたね。あれまだレコードは残って？まだ全然残ってますね。3枚ぐらい残ってんじゃないですか。もう今のでちょっと3、4枚ありますね。もしかして使いたいのかな。あとね、そうここら辺で整理しとかないとね、あとで確かにやっぱりこうね、グラビアアイドルぐらい何にも分かってない人とかにこう選んでもらうのがしたい。それいいですね。その構想5年の間にそれが進まって、そのリズムルーレットごときじゃやっぱルーレットにならないと、なるほど本当によく分かってない若い女の子とかに可愛いじゃんってレコード買わせて、しかもね絵的にも花も出るし、そうなんですよ。買い出し編を取るのが楽しいなと、そうなるとそういうことですね。ただブッキングできる美女がいなすぎて僕はおじゃんになりましたね。美女の皆さんはこちらまでご連絡いただければということで、お待ちしております。あとちょっとこう80ぐらいでヒップホップ作りたいなとかとも言ってましたね。さっきね。今回いないんですよね、結構じっくりしたまだいない。やっぱり焦りがね曲に出るんですよね。出る。これは2曲できる勢いですよ。もう今の時点でまだもう15分経ってない。パークゴルフさんもさっき2曲って言ってましたもんね。言ってないです。豆腐ビーツがやってる時にビートも2曲の勢いでもう30分ぐらいで出来上がってましたね。あ、そうなんだ。すごいなやっぱ。巻きで終わってましたからね。あ、そう。これにまあどういうループを乗せていくかって感じでしょうね。声とビートが。しかしまあ同じようなパソコンとミディケンでこうもね色が出るっていうね、面白いですよね。ソフトまでね全員一緒なわけで、全員変な外部プラグインも今のとこは使っておらず。データが飛んだのか。おっと今どうなったんですか。固まった。ハプニング。おお、出た音。何が。塊。でそんでこんなムーディーな音楽が流れてサンプリングしたの全部。あ、そういうことか。あ、じゃあガビッチは何ですか。これで面白くなってくるやつです。そういうことです。メイクドラマですよ。メイクドラマウィー。ちょっと一回ピュア。もう無理やろもう。起動です。再起動ですね。強制終了。キーも動かなかった。場合によってはもうリトライ。マジで？今ロスタイム計測してますんで。ロスタイム制。今ロスタイム計測してます。はい。オートセーブがまあ生きてるかどうかですね、エイブルトンのね。まあそうですね。
パソコンが再起動だったら危ういですね。なるほど。楽しかったまいりました。多分まあクイックタイムがキャプチャ結構行え負荷かかるのかもしれないですね、もしかしたら。行われてますか、修復。結構行われてるんじゃないですか。X のファンが映画見に行くとなんか缶バッジとかマスクとかもらえるんですけど、缶バッジがもらえた時にX のファンでも40代の年島の女性が多いので、家庭とか持ってたりとかして、缶バッジもらっても困ると、どうせだったら使えるもうサランラップとかクイックワイパーにしてくれっていう書き込みがあって、そう X の多分バラの模様とかついてるんじゃないですかね。いいなって思いました、そういうので。3、2、1、はい、再開です。はい、再開です。ロスタイムは2分ということですね。あ、生きてますね、生きてますね。まあ言ってもそんなにロスではなかったっすね。ねえ、またこれもう全立てですかね。ドラマなんですよ、ドラマ。だいぶ今日ね、妬みやっかみのおじさんですね。いい感じのなんていうの、こういうの LP？ なんですかね。マジック始まりそうな感じでちょっとね。さあ、ロスタイム後どうですか。まだネタ選びという感じですかね。平成はもう取り戻しているっていう感じですかね。そうですね。今多分迷ってる最中だと思います。どういう曲にするか。まだもうそこから先取り込まず。まだ動きはないですね、そこの動きは。結構じっくりしてますね。今も3分の1がもうね、ロスタイム除いて3分の1が、本当はもうロスタイムとかなしなんですよね。優しさが、そうやっぱりこう豆腐ビーツの優しさが、自分のやっぱパソコンのフォルダ管理がそういうことですね。行き届いてない。DTM に一番大事なのはもうデフラグとかですから。そういうことです。かなりいい感じですね。ですね。このやっぱなんていうか鈴の音もいいですね。いいですね。どういう方向になるのかが。でもここからこうどうとかってなってくるんじゃないですかね。あと変にやっぱりこっちで見てる感じがあるから、なんとか入れるのちょっと待とうみたいな。いやちょっとでも作ってて思いませんでした？なんかいやね、もうね、ガッとした展開を作る時とかにおおって言われたい。いやでもそれどころじゃなかったですよ、俺はもう。できなかったんで。できなかった、そう。ただその抜きでなんかグライムっぽくなった時にわって湧いたのが聞こえて、その時はちょっと嬉しかったですね。そうああいうの見ちゃったら、ピチーって決めるとこ決めたいなと思ったんですけど。さっきも話してたんですけど、あれも狙って作ってたわけじゃなくて偶然あれになったみたいな感じで。そうこう見てるとやっぱ豆腐くんのねネタ選びのとか捨て方とかがね異常に判断力が早かったっすよ、やっぱ。いやてか聞いてないんですよね、あんまり。雰囲気だけでみたいな。もうそう。なんか1秒ぐらい聞いてなんか違うなって聞くからなんか違うんです。なるほど。好きなものの範囲が狭いんで捨てんのが早い。はい。使えるかもっていうのはないんですよね。そこなんですよね、僕多分取り過ぎちゃったの。あと2個ぐらいもう保険が結構序盤に実は取れてて、だからもしハウスっぽくなんなくてもこれでワンループで1ポパできるなっていうのが2ループぐらいもうあったんで、それを途中でハウスっぽくしながら捨てていったって感じ。最初にフィルター開いていくところのループは多分もし何にもならなかったらあれが遅くなってヒップホップになって。なるほど。やっぱりね。そうですね。ヒップホップになってきましたね。現代のキックとスネアがいいですよ。なかなかない感じですね、こういう。潰しましたね。ちょっとビットクラッシャー的にですね。やっぱそのまま使うのは芸がないって思ったのかもしれないですね、やっぱ現代のスネアを。さすが岡田さんですね。この先どうなるのか。ちょっと軽めにしたんですね。本当は現代のスネアを厳しいな。現代のスネアやばいな。ちょっと流行りましたね。来ましたね。見せます。結構この辺時間かけてますね。めちゃめちゃ。何やってるんですよ今。結局作り込んでますね。1週間作る時もあるっつって言ってましたからね。今日1週間作る。でもね、ありますよ。あります。余裕でありますね。メロディーが少ない曲多いんで、なんかそこをやっぱ作り込まないとっていうのがやっぱあって、ショートディレイもかけ、ま
たもう一回パソコン止まったら面白いですよね。いいとこでね、最後のとこで最後の最後で。引き上げ取りますね。引き上げてますね。引き上げてる。ああ、これエレピから抜いてるんですね。こっからか。これあえてね、こうよれて取って。よれて取ったやつですね。まあじゃあもうここ取ってた時点でもうこれだなってのがあったんですね。ああ、なるほどなるほど。やっぱこうじっくりワンループを仕込んでいくっていう感じですね、岡田さんは。ですね。やっぱヒップホップ。ね、ヒップホップ守ってますね。守ってますね。宣言通り、守ってる時の岡田さんはこちらになります。スネアとかハットの大きさってやっぱそれぞれなんか好みしてるのかなっていうのがすごいありますよね。あとそんな詰めてる時間なかったっすよね。あー、なるほど。こういうシンプルなループだとじっくり詰めれますけど。確かに確かに確かに。ムーディー岡田さんが。お、もしやまた。お。出ましたこのトランペット。なんですか。夜空のトランペット。夕焼けのトランペットですね。こちらです。乗ってきました乗ってきました。明らかに乗ってきましたね。はい。DJ でよく見る動きですね。普段からあんな動きで作ってるんですね。これ作ってる時の動き見えるの面白い。面白い面白い。そうそうそう。みんなの意外にね、意外に見られてる感ないんですよ。ちらっとこっちを見ましたよ。どや。あ、スネアをちょっと、なんかスネアが突然変えたんですかね。もしかしてあとあれ消しましたかね。もしかしたらビットクラッシュ。ああ、そうかも。軽くなりすぎちゃったのかな。結構ドープですよ。まだ25分ぐらいありますよ。このタム回しがいいですね。いいですね。ちょっとドープ度が。ここからどうしていくんでしょうね。上ネタとか。そうでもエレピっぽいネタとかもね。ね、まだそうそうありますからね。もう一節取っとけば結構ね。確かに。つるっといけたかも。確かに。ってるがゆえのね、ありますね確かに。絶対触んないといけないですもんね。そう。前のめりですね。ねえ。画面まで近いですね。かつてこんな前のめりにね曲を作れたかっていうぐらい前のめり具合。ムーディー。いいレコードですね。ねえ。何のムードなんだっていうね。ねえ。どういう時に聞くんでしょうかね。夜空のトランペット。夕焼けのトランペット。トランペッティーなね。トランペッティ。さっき出てきたのなんだっけ。リゾーティー。リゾーティーリゾーティー。トランペッティ岡田。終わって雑くなってませんか。そんなことないそんなことないそんなことないですよ。そんなことないですよ。ちょっとネタが錯綜してきましたね。そうですね。ここからどう整理するか。もう言ってる間にもうね20分切ってますね。20分切ってる。もう展開を詰め出さなきゃいけないぐらいの。僕はここの判断見誤りましたからね。ここで本当なら構成に入るべきところをもうちょっとやっぱあれっつってなんかスネアを打ち込み直したりとかしちゃって。こういう感じでワープしていきましたね。今のでこれはループかな。ここで見せますね。溜めてましたね。取っておいてるっていう。まだ重ねんぞ。立った。これでもいけない気がするな。キー的になんか。そうなんですよ。もともとコードになってるんで。でももうだいぶ本人はぶち上がってますね。なってますね。でもなんかちゃうなってきました。なんかちゃうなって首振りましたね。やっぱ作ってるとこ入っちゃうんですね。一つのことなんか集中しちゃったりとかしたっすよ僕は。ほらやっぱちょっと今のじゃなかったなになってますね。ちゃうかった。まだいく。でもこれ使いたいですよね。確かに。これで結構なんかいけそうっすよね、これを。
普段曲作る時って手順って全然違かったりします？でも普段も僕は全体を先作る方が大事なんで、まずバクッと雰囲気で全部作るみたいな。ああ、なるほどなるほど。単音とかに戻るのはその後っす。なるほどなるほど。もうマリモンで全部バーって作って、はい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 。そこからディティールに帰っていくみたいな。はい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 。方がやってて楽しいんですよね。ああ、確かに確かに。だからワンコーラスちゃんと作ってみたいな。自分が多いっていうのもあるんですけど。あ、はいはいはい。アゴロさんも。これも全体作るって感じですかね。お。このクラップをこれいいですね。このそう会場の規模感とかが、やっぱ焦るのか入ったら、焦るっていうかね、これがどうなるかな、あれってみたいな感じとか。ちなみに僕は一瞬俺こっから何するんだっけとかなって。いやなりますよね。それはなる。あれなんで今このスネア打ってんの俺みたいな。あったわ。より近くなってきましたね、顔が。本当だ。もうキャプチャがね撮れないからカメラで撮ってるよって言ってんのに画面にかぶっていく。離れましたね。猫背ですね。見せる男ですからね。捨てってことなのかな、聞かずにね。ちょっと視聴者の皆さんね、ちょっとこういうのもありなのかって今思ってるかもしれないですけど、3枚聞かずは何を聞いてないでしょうね。詩吟と、そっか、詩吟がありましたね。詩吟はなんかもういいかなみたいに。でも詩吟をやっぱ最後にピースをバチッと詩吟ってなったらこういいね。こっからターンテーブルこうだって相当な盛り上がり見せますよ。それ詩吟行ったら残り5分とかでザ・ DJ ですからね。こすりとかを入れちゃってもう。でもそれ結構考えたんですよね。こすって取っちゃうのもあったじゃないですか。そうちょっと使えなかったですね。なじまないですね。これなじませるのちょっと意外と時間取っちゃう。かかると思いますこれ。難しいな。ね、そういうところでもネタ選びが結構重要になってくるっていうわけですね。あと取り方ですよね。どこまで弾くかっていうのは。そう、岡田さんさっき話したんですけど、僕と似たようなタイプでキックとかをひたすら作り込んじゃって超時間かかっちゃうみたいな、3日とか1週間とか使っちゃうみたいなタイプなんで、今相当焦ってると思いますねこれ。このクラップどこで使うんだろうな。アウトロとかかな。このクラップ普通に欲しいね。いいっすよね。なんか動きが落ち着かなくなってきますよね。さあ残り5分。もしやなんかって今なんか地声が聞こえてきましたね。ここでなるほどね。これはいいかもしれないね。これはいいですよ。残り5分切ってこれがこうはまるとこまでいけるのか。はまったらいいですね。ワークマーカー打ってるでしょう。打ってますね多分ね。今ね細かい動きになってますからね。あとその姿はカメラにちゃんと撮れてるのでしょうか。どうするここからここら辺からの腕力みたいなのがやっぱ全体的にやっぱ今回の鍵になってきます。確かに腕力ですね。7割できた後に持っていく腕力みたいな。お、効く鍵盤できますね。ここでいいですね。なんかこのクラップとなんかこの雰囲気がなんかなんとかジャズフェスティバルの映像みたいな雰囲気がこう表でジャズ叩くのってこう日本のジャズフェスティバルとかあと T スクエアとかね。そうフュージョン系のライブがこうついつい見てしまうんですね YouTube で。カシオペアのライブとかすごい見ちゃうんですね。たまにあれ10代ですか。じゃないですか。だと思います。結構現代掘り込んできますね。現代をループはできてるんで、あとはこうどう展開させてるか。それかもう終わりとかいいからバシッとブツッと終わるかみたいな。やべえ。さてやべえ言い出しましたよ。やべえやべえ。展開はやべえ。いや緊張してきたな。やべえキーボードを立てかけてると思ったら全部床に散乱してましたね。さっきやべえ。15、14、13、12、11、2、1。ロスタイム突入です。あれどこだっけ最後のやつ。30秒。
スクールバンドのテーマミュージック。ああこれね。スクールバンドのテーマミュージックでさっきのがうまいですよね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1終了。Your automatic lover, automatic lover. I am your 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 automatic lover. Hello. 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 スクールバンドのテーマミュージック「ミュータント・ジプシー・ダンス」でした。